大森和代のいつもつながっているよ。渡らせトーク。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。先生、今日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい。もう今日は、東日本大震災から丸5年が過ぎてしまったということでね、3月11日でね。もう5年ですね、先生。あっという間なんですけれどもね、未だに避難をしておられる方が18万人ほどもおられるということでね、あと行方不明の方も2500人ほどまだおられるということで、今もね、毎日何か残ってないかって言ってご遺体を探されているとか、そういう方もお見えですのでね、本当にそういうご家族のことを、避難しておられる方のお気持ちを考えると、すごく重いというか、お辛いだろうなっていうふうに思うんですけれどもね。特に福島の方だったり、原発の関係で、避難しておられる方とかね、おられますから、それでも原発は再稼働してるっていうのは、ちょっとこれは普通の神経じゃないかなっていう、再稼働させていくっていうことがですね。そうですよね。信じられないことが起こってるんですよね、この日本でですね。しかも唯一の被爆国ね、放射能の恐ろしさを私たちの、今も体験者の方もお見えですし、ご先祖様方たくさん体験しておられるのに、そうですね。もう日本は本当に、やっぱり、原子力に頼らない国に早くなっていただきたいなって思いますね。そんなことを思ったりもしましたし。でもあと、その原子力で思い出したんですけど、本にも書きましたが、丸5年したら、その後は、原発は賛成ですか、反対ですか、もちろん賛成ですっていう方は、すごく少なくなってますよ、みたいなメッセージがね、あったんですけれどもね。そんなことになっていかなきゃいいなって、本当に祈らせていただいております。本当ですね。お子さんたちに特にね、異常がね、この甲状腺にね、異常が出たりしなければいいなと思っておりますが、でも検査すると、やはり甲状腺、がんまではいかなくても甲状腺にちょっと異常が見られるっていう、そういう方が増えてるっていうことはね、もう以前から言われておりますので、なんともありませんように、これからも祈らせていただきます。それでは先生、今日もいつものコーナー行きたいと思います。では、いつものコーナー行きます。大森和代の愛のおすそ分け。今日もゆみちゃんに読んでいただきます。今日は住めば都さんからのご質問です。私事ですが、少し気になることがあります。今年の1月に親族で静岡の方に旅行に行き、ホテルの前で集合写真を撮りました。母親のスマホに鼻の長い天狗のような目が光ってるような怖い顔が私の兄の肩に映っていました。兄は渡らせクラブの会員になっておりますので、和代先生からの日々のパワーをいただかせていただいています。何か災いが来たらと心配です。それが天狗ならば何か意味があり、メッセージでしょうか、知りたいと強く思いコメントさせていただきましたというご質問です。住めば都さん、ありがとうございます。ご質問いただいて。またこれはラジオで答えますねと、ブログにも書かせていただいていました。ご質問の一つです。天狗さんというのは実際に、存在する自然霊の一つなんですね。カッパさんとか、天狗さんとか、あと井戸に住む水竜さんとか、木に住む木竜さん。これは自然霊でして、五霊さんとはちょっと違うものなんですね。で、お兄様のところに移られたということなんですけれども、この、天狗さん、実際私も見たことがあるんですね。これも、この場合の天狗さんも、いろんな場面で現れるんですけれども、悪い意味ではないですと神様おっしゃっておられますので、その親族の集まりを、なぜかこの天狗さんが喜んでた、歓迎してくれてたと
おっしゃっておられますので、天狗さんがご先祖様とかそういうことではありません。親族でみんな仲良く旅行に行かれてる、そういうのを見て、ああよかったなよかったなと、嬉しいなと思って、そこに移っておられた天狗さんということで、この天狗さんの霊、自然霊と、お兄さんが何か関係があるとか、そういうことではないそうです。喜びを、天狗さんの姿で表しているだけで、今後災いが来るとか怖いことが起こる、そういうことではないです。私も息子を出産しました後に、本当に3日後ぐらいですかね、自宅出産でしたので、自宅におりまして、で、自宅で、ちょっとお手洗いに行って、パッとこう、リビングのところに戻ってきた時に、リビングの椅子に、本当にアフロヘアみたいな、後ろ姿がですね、アフロヘアみたいな人が座ってまして、あれ、井上陽水さんとか昔の思ったんですね。で、ふっと横を向いたら、こんな鼻が長いんですよ。で、天狗さんだって言って、天狗さん来てくれたんですねって言ったら、シュッて消えられたんですけれども、どうして天狗さんがここにいるんだろうと思って、その意味を神様にお伺いしましたら、出産を喜んで、ここに来てくれたんだっていうことを言われました。で、天狗さんが祀ってある、そういえば神社みたいなところに、私はなぜか若い頃、厄年とかそういうのがあった時に、天狗さんが祀ってある神社でもどこでも神社厄年のお祓いどこでもいいわと思って、天狗さんが祀ってある神社に厄年、前役、翻訳、後役と3年続けて行き、そのすぐ直後ぐらいに、出産をしましたので、あそこはやはり本当に天狗さんがね、おられて、天狗さんが良かったなって言いに来てくださったっていうことでした。そういうことが、稀にあるということですので、全然怖いことではありません。こちらの住めば都さんもご心配ないですから、とても天狗さんもですけれども、もちろんこちらのご先祖様方やご先祖の神様もこの家族で仲良く旅行に行かれたことをとても喜んでいるということをこの写真で表しておられるだけですから、これからもご親族仲良く、またみんなで楽しい旅行などしたり、お話ししたりして頑張られてくださいね。お兄様のことも毎日渡らせクラブの会員さん祈らせていただいております。ありがとうございました。はい。先生、今日もありがとうございました。ありがとうございました。はい。いや、住めば都さん、とても心配されていたので、よかったですね。いい意味でしたからね。はい。はい。本当にご心配なく、はい。はい。なんか天狗さんっていうとちょっと、そうですね。なんていうんですか、妖怪みたいなイメージがあるんでしょうか。ちょっと怖いイメージはあるかもしれないですね。そうですかね。はい。天狗さんもお顔もいろいろですし、はい。鼻の高さもいいろいろですし、鼻の高さも違うんですね。違うんです。はい。で、決してそんな怖いものではありませんのでね。はい。はい。ご安心ください。よかったですね。はい。はい。そして先生、もう、先日、先生の待望の新刊が発売になりましたね。はい。新刊、もうお手に取って見ていただいてますでしょうか。はい。大森和代のちょっと変わった子育て講座、ごめんなさい。育児って言いそうになっちゃった。子育て講座ってろれつが回っちゃう。この辺に出てるかもしれません。そうですね。出てればいいな。はい。大森和代のちょっと変わった子育て講座。はい。先生の育児のことを書かれた、そうですね。はい。とか自分の幼少期のこととかですね。そういう、今の、時代は変わっても、子供を育てる、産み育てるっていうことは何も変わらないよということで、それが私のが良かったとか、私の育った環境が良かった、そういうことではありませんので、何かそこから、何か自分の今育児しておられる方だったり、過去の育児を振り返られたり、また自分が育った時のことを思い出されたり、いろいろこう子のつながりということを少し考えていただけたらなと思いましたので、育児のママだけではなく、いろんな方にぜひ読んでいただきたいなと思います。何かね、どんな世代の方が読まれてもきっと、学べることが、何かを感じていただけるかなと思っていますのでね。はい。そしてサイン会、今回らせていただいておりますが、もう東京、広島先生終わられまして、8日が東京、10日が広島、
で、この後、はい、15日火曜日は福岡に。15日福岡に、はい、福岡の紀ノ国屋書店さんですね。駅のすぐ、以前と同じ博多の駅のすぐ前ですね。博多駅の、はいはいところです。バスターミナルのところなんですけれどもね。そうですね。はい、そちらに行かせていただきます。はい、その後は18日大阪になりますね。大阪サイン会ですね。18日大阪サイン会も、はい、これも梅田のグランフロント大阪という、はい、前回同様、これも紀ノ国屋書店さんなんですけれども、ね、はい、とっても綺麗なね、グランフロントっていうおしゃれな建物なんですよ。はい。その中でサイン会をさせていただきたいと思います。はい。最終が、3月20日日曜日に、こちらが最終名古屋ですね。名古屋のサイン会、そうですね。名古屋のサイン会20日の日曜日、こちらは丸善さんですね。そうですね。丸善さんはね、ずっと名古屋は丸善さんなんですけれども、ビルが変わって新しく丸善さんのビルが境に建ったそうですので、そちらでさせていただけるのをとっても楽しみにしています。サイン会っていうのはまたちょっと違う雰囲気で、書店サイン会ですね。そうですね。ちょっと違う雰囲気でね、来られる方もなんかこう違う方とか、講演会とか全く来たこともない方とかも来てくださったりとか、講演会は行けないけどサイン会は行くっていう方もね、おられますし、あとなんか遠巻きに向こうの方でうろうろしながら何やってんだろうってずっと見ながら、で、そういう方が最後の方になんかこう本持ってこられて、で、何かわからないけど来ましたって言われたりとか、いろんなね、サイン会はサイン会でね、ドラマがあるんですよ。たまたま来られた方もきっとご縁ですよね、先生。そうです、そうです。たまたまと思うんですけれども、ご縁があって。で、書店サイン会をきっかけに、また講演会に来てくださったりとか、ブログを読んでくださったりとか、そういうまたいろいろつながっていける魂の家族の方が増えていくということで、とってもね、嬉しく思っています。そうですね。はい。なんかこう、サイン会でしか味わえない、そういったまた臨場感みたいなものもありますのでね、ぜひサイン会もお出かけください。ぜひ楽しみにね、近くのですね、待っております。またこの地元岐阜でもね、いつかサイン会やれたらいいかななんて思うんですけれども、東海地方は先生いつも名古屋でされますもんね。皆さんが来やすい場所っていうことで、地元岐阜にもなんか丸善さんができたっていうことをね、そうなんですよね。少し大きな丸善さんができましたね。ね、聞きましたので、そういうところでもさせていただけたらななんて、思っています。ぜひお出かけください。それで冒頭にもね、申し上げましたが、東日本大震災からもう丸5年が経ったということで、今年はまた東北でも講演会を予定しております。9月の19日、月曜日の祝日になるんですけれども、盛岡の岩手県盛岡の方で講演会をねさせていただきますので、またこちらでは東北の神様の方に祈りを捧げさせていただき、今も自爆霊になっておられる方、行方不明の方など、早くね、楽になられますように、早く霊界に上がられますようにということをご参加の皆さんと一緒に祈らせていただきたいと思いますので、よかったら東北盛岡までお出かけください。あとはまた盛岡の地元の方もお会いできるのをね、楽しみにしております。前もね、夕食会とかやらせていただいたりしてまして、とか前はチャネリング勉強会もさせていただき、そこにもご家族が未だに行方不明、お子さんが津波にさらわれ、今も行方不明になってるっていう方がチャネリング勉強会ご参加くださり、で、いつもこの辺りかなというところに、毎週ですかね、一回ご夫婦で出かけて子供さんが見つかるようにって祈ったり、その付近にどうしても行ってしまうと、そういう質問からされたんですけれども、お子さん、今は肉体のないお子さんからの私はその場でメッセージをいただきまして、もう自分の今の自分とあってもわからない。そのお母さんもお父さんも自分のことがわからないから、もう探さないでくれって、その子供さんがね、おっしゃられたんですね。だから、時のままの自分の姿、それをイメージしててほしいと。今見つかれば、そのイメージがまた変わってしまう。かわいそうに余計思ってしまう。だから、生きてた時の自分のイメージ、そのままの
お父さんお母さんの心の中ではそのままの自分で今も生きているからって、そういうことをね、はいお子さんからメッセージでいただいて、本当に会場におられた方もね、涙しておられたりしたんですよね。ですから、やっぱり見つからないっていうのも意味がありますのでね、はい。本当辛いと思います。お子さんやご家族をね、肉体とお別れっていうのは辛いことですけれども、はい。なんかちょっとうるうるきちゃって、すいません。はい。でも、また東北にたくさんの魂の救済のお手伝いに行かせていただきますので、ぜひご協力をしていただけたらと思います。はい。最後ちょっとうるうるきちゃってごめんね。はい。ではまた来週お会いしましょう。はい。See you next week. Bye!